はい、皆さん、本日は XRP ETF についてね、ちょっと話していきたいんですけど、昨日、同時コイン ETF のね、コンテンツ作りましたよね。で、その中で、最後の方にね、同時コイン ETF 以外に、トランプコイン ETF とか、BTC、ETF とか、XRP ETF のね、ことが書かれてました。で、その発売日は、同時コイン ETF と同じ本日になりますと。あのコンテンツは同時コインにね、言及したコンテンツだったので、XRP-ETF についてはね、ちょっと触れませんでしたけど、XRP-ETF が本日上場するという記事がいくつも出ています。ここにも出てます。レックスオスプレイ、BTC、XRP、同時 ETF が SEC の審査をクリアと記事が出ています。で、こちらもレックスオスプレイ暗号資産 ETF、SEC の特別制裁がなければ12日に上場されると出ています。で、この中には XRP-ETF がね、入ってます。トランプ、ビットコイン、XRP、同時などが含まれると説明しましたとあります。で、こういう記事がね、たくさん出ています、今ネット上に。で、私はね、いつものように、こういうニュースを見てね、皆さんに、みんな XRP-ETF を、レックスオスプレイから上場するぞ。しかも今日だよっていう動画、作ろうと思えば作れるんですけど、ですが、直近ですね、動画の中でみんな XRP-ETF が、上場する日、日程リストこうなってるよっていう動画も作りましたよね。で、その時には、レックスオスプレイのね、XRP-ETF の、件については書かれてませんでした。要するに、これね、いきなり出てきたんですよ、このニュース。自分からしたらね。だから、なんだかね、とてもすっきりしません。しかも、ニュースはね、こう、たくさんあるのに、レックスオスプレイ ETF の XRP-ETF のティッカーシンボルについては何も触れられてません。それと ETF アナリストのエリック・バルチナスについても XRP-ETF について全然言及してません。ですがニュースはたくさん出ています。で SEC から何か出てるのかとちょっと調べたんですけど、レックスオスプレイ XRP-ETF に関しては資料が見つかりませんでした。だからティッカーシンボルもわからない。レックスオスプレイ XRP-ETF の SEC からの資料も今日上場するとは今日上場するっていうね資料は見つかりませんでした。ですが、SEC のファイリングをいろいろ調べた結果、これ SEC のねファイルになりますけど、新しい更新として数日前に更新された情報になります。で、レックスオスプレイ、ムーブ ETF とか、レックスオスプレイ、ボンク ETF、レックスオスプレイ BTC ETF、レックスオスプレイ、ドージ ETF、レックスオスプレイ、イーサリアム、ステーキング ETF、レックスオスプレイ、ソラナステーキング ETF、レックスオスプレイ、トランプ ETF、レックスオスプレイ、XRP-ETF の資料はあることはあります。ですが、今日ね、上場するとか、ね、ティッカーシンボルはどうなってるんだとかね、そういうものが見つかりませんでした。すごくこれは奇妙です。ということで、皆さんからね、このチャンネル XRP に関して、ナンバーワンのチャンネルだと、ね、いうことで、皆さんにも認めてもらってる以上ね、俺もね、皆さんをね、ぬか喜びさせるわけにもいかないし、ね、間違うこともたまにはありますけど、間違ったね、情報で、がっかりさせたくないということで、いろいろ調べてみたんですけど、本当に上場するのか、なんだかよくわかんない状況ですただ昨日同時コインのねコンテンツの最後で XRP-ETF のね、発売が今日だということが動画の中で俺もね初めて分かったんだけど、そういうねセリフをね私も言ってしまった以上ね、その件に関してすごくね気になってる方もいるんじゃないかと思って、私もねすごく気になりましたし、ですから今のね時間までねこの XRP-ETF がね本日ローンチするのかどうかっていうことに対してちょっといろいろ調べてみましたけど、今日のねもし発売するんだったら今日のことなんで、もうねそろそろ時間もないかなと思ってね、動画作成する時間もあるしということから、それをね前提に一応今回のねこの記事をちょっと紹介しようと思います。なので本当に XRP-ETF がね本日ローンチするかは半分半分です、もしかしたらしないかもしれないけど、
こんなにたくさん記事出てることってあるのってねいうね、そういった期待もあります。はい、ということでね、視聴者の皆さんでこのねレックスオスプレイ XRP-ETF に関してね情報を持ってる方、もしよかったらねコメント残してください。ということでこのね XRP-ETF ですけど、ちょっとね材料不足ですが期待を込めて上場するんじゃないのかというところで、ニュースについてちょっと話していきたいと思います。はい、それではレックスオスプレイからボンク、トランプ、ビットコイン、XRP、ドージを含むレックスオスプレイの暗号 ETF は SEC の75日のレビューを異議なくクリアしました。これらの ETF ですが、今週の金曜日、つまり本日ですけど、上場する可能性がめちゃくちゃ高いってことになります。ブルームバーグの有名な ETF アナリストのエリック・バルチナスは SEC が特別な意義を唱えなければ自動的に上場できるよって言ってます。それでは SEC は他のアルトコインのね ETF は延期しているじゃないですか。ではなんでレックスオフィスプレイだけはこんなに早いのかということで、その秘密が ETF 申請された法律の違いにあります。多くの現物ビットコイン ETF が使ったのは1933年の証券法っていうちょっと厳しめのルールです。レックスオスプレイが使ったのは1940年の投資会社法なんですって。この1940年法は直接現物仮想通貨を完全に保有するわけではなく、デリバティブとかケイマン諸島の子会社を通じて間接的にエクスポージャーを得る形なんですって。だから SEC の審査パスが比較的スムーズに進んだってわけです。そうは言っても他の大手のスポット ETF の申請はまだまだ足踏み状態ですよね。例えばフランクリン・テンプルトンのソラナとか XRP-ETF は承認判断が最終的には2025年11月の14日まで延期されています。ビットワイズの同時コイン ETF も11月の12日まで延期になっちゃいました。ブラックロックのイーサリアム ETF のステーキング機能についても10月の30日まで最終判断が伸びています。SEC は新しいとかリスクがあるって思われる仮想通貨商品にはかなり慎重な姿勢を見せてるってことかもしれません。でもレックスオスプレイの XRP-ETF の上場は X なんかをね見るとね、XRP に対するね期待をさらにね高めているように見えます。話題になっていることはね話題になってます。予想市場ポリマーケットではなんと2025年 XRP-ETF の承認確率は 94% まで跳ね上がっています。月末には 86.8% だったんですが、すごい勢いで上がっています。ブルームバーグの ETF アナリストたちも 95% の確率を維持していますし、ETF ストアのネイト・ジェラシーは承認確率は実際には 100% に近いって、断言しています。アナリストたちは XRP-ETF が承認されたら記録的な資金流入があるんじゃないかって予想しています。XRP 価格ももしかしたら 3.60 まで押し上げる可能性があるって言われているんです。機関投資家たちはビットコインやイーサリアムの ETF の成功を見て XRP にも来るぞって感じですでに CME の XRP 先物のオープンインタレストは過去1ヶ月で 74% も急増しています。今回のレックスオスプレイの ETF 上場は米国の規制当局が仮想通貨に対してちょっとずつ前向きになっているサインかもしれませんね。それに SEC は主要取引所と協力してこれから来るであろう、暗号通貨の ETF の一般的な上場基準を整備しているっていう話も出ています。そしてこれは重要な話なんですが、レックスオスプレイ XRP-ETF やレックスオスプレイの今回の ETF の上場についてですね、他の仮想通貨もそうですけど、現物スポット商品とはちょっとね異なります。厳密な意味で。というのも1940年の投資会社法に基づく構造ということで、レックスオスプレイの XRP-ETF を含む仮想通貨の ETF の推移は1940年の投資会社法40年アクトに基づいて構成されています。これは昨年承認された現物ビットコイン ETF が採用した1933年証券法とは異なる法律です。現物仮想通貨を直接保有しないということで、ブルームバーグのアナリストであるエリック・バルチナスは40年アクトのファンドは現物仮想通貨に直接完全に投資するものではないと明確に述べています。代わりにこれらのファンドはケイマン諸島の子会社やデリバティブのエクスポージャーを通じて対象の仮想通貨 XRP などへの投資機会を提供します。
複数の情報源がこれらのファンドが現物の資産を直接保有することはないと強調しています。現物型 ETF との違いということで、1933年証券法に基づく ETF は通常現物ビットコインや金などを現物資産を直接保有する商品に用いられます。これらに対してレックスオスプレイのアプローチは規制されたエクスポージャーを提供しつつも、より簡単な市場参加パスを可能にしています。一方でフランクリン・テンプルトンやビットワイズなどの他の多くの資産運用会社が申請している XRP-ETF は現物型仮想通貨 ETF として分類されています。SEC による承認判断が現在延期されています。これらの現物型 ETF は直接 XRP を保有することを目的としています。過去の情報ではレックスシェアとオスプレイファンドが申請した ETF が現物仮想通貨や関連する金融派生商品を直接保有する設計であると明記したものもありましたが、これらは最近のブルームバーグアナリストの明確な説明や他の複数の報道とは異なっており、最新かつ詳細な情報では直接の現物保有ではないとされています。はい。ということからね、皆さん、同時コイン ETF の話ですけどね、動画の内容で私ね、スポットだよってね、ちょっと説明してしまいましたけど、間違いだったということになります。ごめんなさい。はい。だからといって私のねチャート分析のね同時コインのね中期的な目標は変わらないので、そこら辺は大丈夫です。はい。それでは本日のね XRP ですけど 3.045 ドルということで、皆さん3ドル超えてきたよ。やったね。はい。ということでここまではね順調に来てますね。はい。ただ、今ねこの高値があります。レジスタンスね、こっち。ボックスの上限は超えてるけどね、レジスタンスあります。ここちょうどこれ超えてんのかな、どうかな。ね。はい。まあね、上はねここにもねレジスタンスありますし、白のね、どうなるかなっていうことでねちょっと分かんないです。で、今日大事な話したんですけど XRP のね、ETF 上場するんじゃないのって一応ね期待を込めて、そういう見方してるという話しましたけど、ビットコインもこれねレックスオスプレイの ETF の上場が、控えてると本日ね。でこれは1940年の投資会社法を使っていて、完全に直接現物仮想通貨を完全に保有するわけではなく、デリバティブとかケイマン諸島の子会社を通じて間接的にエクスポージャーを得る形だという ETF になります。なので上場してみないとね、これどうなるか分かんないね皆さんっていうのが俺の意見ですね。はい。だからまあここまではね順調ですけどね、どうなるんでしょうかっていうところで注目したいと思いますね。ETF が上場したらね上にドカーンって上がってくれれば面白いよねっていうことでねちょっと期待したいんですけど、分析的にはちょっとこうね一回ね、分かんないなっていうことを思います、自分的には。すいません。はい。それでですからね、このね斜めのラインね RSI ね使い方っていうことで今まで動画作ってきましたけど、一回ここでねお休みにしますよ皆さんね。はい。ただね短期的には上がったじゃないですかね、トレンド転換の下が入ってます一応ね。はい。ということでこれ消します。こんな感じでね。はい。ではね、XRPTF ね今日上場することに期待してちょっとね見ていきたいと思います、経過をね。はい。そしてね今日はねビットコインもねちょっと見ていきたいと思います。今言った通りねビットコインの、レックスオスプレイの ETF が上場する可能性がね高いというふうに一応見ています。で今 XRP でも話したようにねこれは現物じゃないと、完全な現物じゃないという ETF なので、上場した時にねどんな値動きするのか全然予想ができません私。そして、これはね直近の動画で話してきてるんですけど、ビットコインはね、一応ねここでトレンドが一応変わってきて短期的には上がってきてますが、まだね底打ちしない可能性がある。 40% ぐらいねその可能性あるんじゃないのってね見てるんだよねっていう話過去にしたじゃないですか、直近の動画で。でそれがここからの下げがね来るっていうね、見方があって40% の話しました。なのでビットコインもこれねどうなるかちょっとね自分の中で分かんないです。はい。ということでこのね安値を割ってこなければいいよねって思ってますね。FOMC のね金利 FRB の金利の、利下げがねこの下げここからね下げてくるとして、下げてくるとして、
下げるスピードが速いのかね、利下げが速いのかどっちなのかっていうね感じで今見てます。なのでちょっとね分析的にはねここから行くぜ行くぜみたいなね感じの目線では見てません。はい、ということでね、ビットコインですけど、これね今話したのはね足元の分析の話としてねちょっと話してるんで、誤解しないでください。はい、長期的にはね、上だというふうに見ています。それでは本日の動画ですけど、レックスオスプレイの XRPTF、そしてトランプ、そしてビットコイン、他に何かあったかなちょっと忘れましたけど、ETF がね上場する可能性があるという見方で一応見ています。ただ、動画のね最初で言った通り、ちょっとね材料不足だということもちょっと見ているので、どうなんでしょうって見てます。でこれがねもしね本当に上場しないとしたら、逆にねこれね下がってくるんじゃないのっていうね、そういう見方もできるじゃないですか。要するにメディアでねこれだけ一応ねこんだけで記事が出ている中で上場しないですみたいなことにならなきゃいいなって思ってますね。はい、ぜひ上場してほしいって思ってますはい、ということで本日の動画は以上です。皆さん、よかったらねグッドボタンチャンネル登録してもらって、また次の動画で会いましょう。皆さんいつもありがとう。